今回は2本立てでお送りします。第1話、消えた出口。不動産屋さんの怪談です。怖い話には必ず不思議な側面があるものです。それは東北地方の某所にお住まいの仮に淳さんとしておきますが、今から10年前の淳さんが小学校5年生の時の体験だそうです。当時、淳くんにはよく自転車で遊びに行く友達がいたそうです。ある夏の晴れた日に、淳くんは他の友達2人と一緒に3人でその友達の家に自転車に乗って遊びに行きました。友達の家は住宅街の中にあり、普通に表通りの一般道路で行けるのですが、いつもそのルートは使わず近道を通って行ったそうです。その近道はちょっとした短い林道で、地面は平坦で自転車でも難なく通り抜けられました。その日も3人はいつものようにその林道の近道を自転車で通り抜け、友達の家に到着したそうです。友達の家では4人でゲームをしたり、いろいろひとしきり遊んだそうで、気がつくと夕方になっていました。ふと窓の外を見ると、さっきまで晴れていたのに雨がポツポツと降り出してきていたそうです。雨降ってきてるし、もうそろそろ帰ろうということになり、淳くんと後の2人は小雨の中また自転車で帰ることにしました。雨はまだ本降りではなく、自転車なら大して濡れずに家まで帰れる距離でした。そんなわけで当然帰りも近道の林道を通って帰ろうということになったそうです。そして淳くんたち3人がその林道の入り口に来た時でした。あれ？淳くんは何か違和感のようなものを感じたんだそうです。しょっちゅう使う林道で見慣れているわけなのですが、何かが違うのです。すると淳くんはおかしなことに気がつきました。林道の入り口から出口が見えないのです。短い林道でいつもなら出口が見えるのに、その日は全く見えず、奥は真っ暗だったそうです。日の長い夏ですから、夕方といっても空は明るく、奥の出口が見えないのはおかしいのです。淳くんはわずかな恐怖を感じていたのですが、後の2人も一緒だったので、微妙な恐怖感は吹っ切って林道の中に入ったそうです。3人が林道の中に入ってほんの少し進むと、周りの空気がガラッと変わり、いつも見慣れている風景はそこにはありませんでした。それは見たこともない高い木々が空を覆い隠して光を遮っていたため、林道の中は真っ暗だったそうです。その段階で淳くんだけでなく、後の2人も何かがおかしいと気がつきました。たくさんの小枝や雑草が足元を遮り、行く手を阻んでいたそうで、とても人が通れるような道ではなくなっていました。今進んでいる林道はいつもとまるで違うと気づき、3人は焦ったそうです。それでもさっき通ったばかりの道ですから、そんなわけはないと思い、淳くんたちは自転車を漕ぎ続け、前へ進もうと必死でした。その小枝や草の中を進むしかなかったため、彼らの短パンから出ている足は切り傷と虫刺されだらけになっていったそうです。いつもの林道ならとっくに出口に到達しているはずなのに、どこをどう走っているのかも分からず、淳くんたちはお互い口を聞く余裕もなくなりました。でもこのまままっすぐ走れば必ずどこかに出るはずだと信じて、擦り傷だらけの足でペダルを漕ぎ続けました。どれくらい漕いでいたかわからなかったそうですが、ふと気がつけば3人は真っ暗な林道を抜けて明るい空の下に出ていました。3人はやっと出れたとほっと安堵し、今さっき走っていた林道は一体どうなっているんだと思いました。それで淳くんは振り返ってみたそうです。すると林の中の奥の方の木々の間からポツンポツンとした光の玉の列が動いているように見えたそうです。あれは何だろうと思いつつも、早くこの場を去った方が良いと思い、すぐ3人はそれぞれ急いで家に帰りました。
淳くんは家に帰ると林道であったことと光の列のようなものを見たことを家族に話したそうです。するとおじいさんが意味ありげに、狐の嫁入りにでも化かされたかね。夕方は晴れてで雨が降っていたしな、と言ったそうです。淳さんはあれは本当に狐の嫁入りだったのだろうかと、今でも不思議に思うそうです。第2話、修行僧。不動産屋さんの怪談です。これは民話でも言い伝えでもなく、宮崎県の某所に現在進行形で起きていることらしいのです。お話をくださった方を仮にイニシャルで F さんとしておきます。それは今から40数年ぐらい前、F さんがまだ12歳か13歳ぐらいの時のことだそうです。F さんの実家の近くにはお地蔵様があったそうで、F さんのお父さんは決まった日に必ずお供えを持ってお参りしていました。F さんはそれをずっと不思議に思っていたので、ある時お父さんにどうしてそのお地蔵様を熱心に祀っているのか、その理由を聞いてみたそうです。するとお父さんはこんな話をしてくれました。当時 F さんが住む町は6つの地区があり、橋を挟んで3つずつに分かれていました。昔といってもその当時より少し前のこと。ある一人の修行僧が F さん宅の地区に来て食事などを恵んでくださいと家々を回っていたそうです。F さんの家族もご近所も食事と寝床を提供しました。F さん宅は橋の手前の3つの地区の一つにあり、その3つの地区の住民はみんな修行僧に親切に対応したそうです。ところがその修行僧が橋を渡り、向こう岸の3つの地区に入ると状況は変わりました。その橋向こうの住民は修行僧を見るなり、汚い、あっちへ行けなどと罵倒を浴びせて、どの家も野良犬のように冷たくあしらったそうです。身も心も疲れ切った修行僧は怒りと恨みの中、この地区の家すべてを焼き尽くしてやると最後の言葉を残して亡くなりました。F さんの地区の人たちはその様子を見てあまりに気の毒に思い、修行僧の屍を丁寧に埋葬し、彼のためにお地蔵様を建立し祀ったそうです。そこまでがお地蔵様が建てられた経緯でした。ところがこの話はここでは終わりませんでした。それからしばらく経った少し寒くなった頃です。その橋向こうの3つの地区にある一軒家が火事になったそうです。最初はただの火災と思い、消防団も出動し、鎮火に当たったのですが、火がみるみる家を燃え尽くし、他の家にも飛び火し、ついには地区全体を覆うほどの豪華になってしまったそうです。その火災はすごく不思議だったと地区の年長者は言います。なぜかすべて橋の向こう側で火は燃え盛り、F さんが住むこちら側の地域は無傷でした。そしてその火なのですが、まるで意志を持ったかのように橋の上を人間のように走り回り、F さんの地区の橋の手前でピタッと止まり鎮火していったのだそうです。ですから F さんの地区の山も橋のそばの家もほんの目の前で起きている火災にもかかわらず何ともなかったそうです。さてこの話にはさらに続きがあります。この橋の向こう側の地区ではいまだに5年に1回奇妙な火災が起きるそうです。その火災の出火元が不可解なのでした。ある年の火災では公民館が燃えたんだそうです。それもブレーカーを落としていた夜中に起きました。不思議なことにその火災の起きる少し前に外に黒い人影を見た人がいたのですが、それは真っ黒な人間だったそうです。驚くのはその火の燃え上がりの速さで、通報から消防車が駆けつけるのに1分、近所の消防団は徒歩でもっと早く駆けつけていたにもかかわらず、もう火は建物全体に燃え広がり、手の施しようがなかったそうです。公民館の建物自体は古いのですが、きちんと施錠されていて、ブレーカーも1週間前に新品に交換されていました。消防署はブレーカー付近からの出火で放火ではないと断定したそうです。
この公民館の火災の1ヶ月後に裏に住む住民が突然自分が火をつけたと何かに取りつかれたように騒ぎ出したそうです。そしてなんと農薬を飲んで自殺してしまいました。その前の日まで元気で明るかったそうで、何も変わったところはなかったようです。5年に1回ある火災は毎回このように不可解なものなのだそうです。謎が謎を呼ぶ火災ですが、あの修行僧の呪いなのでしょうか。信じるか信じないかはという現在進行形の謎のお話でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。